初めての輸入車で購入したドライブレコーダー。せっかく購入した輸入車に傷をつけられたくない。バントゥルー N5 を選んだ理由を紹介します。皆さんこんにちは、J カムです。私が意識した購入のポイントを紹介しますね。バントゥルーの N5 っていうドライブレコーダーですね。これを購入した理由は駐車監視機能ですね。駐車監視機能必要だなと思いました。初めて会社を購入したので、どういう風にこの新型308を守っていくかなというふうに思った時に、やっぱりお店に行った時とかですね、ぶつけられたりとか、そういうの嫌だなっていうふうに思いました。その中でこのバントゥルーの N5 ですね。これは車内空間、前と後ろですね。バックにあるカメラもですね、外だけじゃなくて、中ですね、中を撮ってくれるというものになります。で、この後ろのカメラが、すごくいいなと思ったんですよね。後ろから撮ると、この助手席、運転席の、フロントの、窓からですね、左右の車止めた時の、ちゃんと誰が乗ってるとか、例えばぶつけたとか、そういうのがわかるようになるんですよね。そういう意味で、この N5 はいいなと思って購入しています。この N5 今ちょうど私の運転席の方に、載せてますけども、なんで載せたかというですね、私結構、動画作るのにですね、新型308の車内空間、撮りたいなと思ったんですよね。で、後ろに子供たち乗ったりですね、助手席に妻が乗るんですけども、ちょうどギリギリ、この今、バントゥルーの、取り付け位置で、助手席の妻の、姿も映るという風になります。取り付け位置としては、ここで良かったのかなという風に思ってます。ただですね、ちょっと、フロント部分の左端ですね、そこに、実際ちょっと、ミラー部分の付け根っていうんですかね、そこの部分が、見えてるんですよね。最初それ、映っちゃってるじゃんと思ったんですけど、それはそれでもしょうがないなと思ったんですよね。この位置をちょっと、運転席側に移すとですね、助手席が映らなくなるんですよね。ドライブを、撮るような形でですね、映したとしても、ちょっとミラーの部分が映ってでも、動画を少し、拡大すればですね、その部分消えるので、しょうがないかなというふうに今は思っています。はい。それでは私が購入したバントゥルー N5 の一式を紹介していきます。私はタイムセールを利用してバントゥルー N5 プラス変更フィルターで 39,900 円で購入しています。本体の箱を開封するとこれら一式の商品が入っています。バントゥルー N5 は2023年に市場導入された商品になります。4つのカメラが内蔵されたドライブレコーダーで前方車内、後方車内、後方の動画撮影が可能です。前方のカメラの本体サイズは結構大きめですよね。この前方カメラの最高画質は 2.7K になります。後方のカメラの本体サイズは普通ですよね。前方車内、後方車内、後方のカメラの最高画質は 1080p になります。前方車内、後方車内、後方のそれぞれの角度は158度、160度、160度、165度です。ソニーの IMX675 イメージャーを搭載しており、WDR 技術、HDR 技術が搭載されています。5GHz、2.4GHz 帯の Wi-Fi 機能を搭載しており、これによってダウンロードが早いんですよね。これは後ほど紹介します。4種類の駐車監視機能やアプリと連携した豊富なメニューがいっぱいあります。取扱説明書をしっかりしていますよね。私は別途24時間駐車監視用のオプションケーブルを2400円で購入しています。私は本体とこのオプションケーブルをプジョーディーラーに持っていき、新型308への取り付けを工賃33,000円で実施してもらいました。それでは駐車監視機能を使用した映像を何個か紹介していきます。1個目は都心の駐車場に駐車した場合ですね。今正面に立っているのが私ですね。買い物から帰っていた場面です。どのように映るか車の周りを一周しています。こ
これが後方車内からの映像になります。そして前方車内映像ですね。こちらもはっきり見えますね。2個目はコーティング時に洗車をしてもらった時の動画ですね。後方車内映像になります。そしてこれが前方映像ですね。今ちょうど洗車をしている最中です。そして後方映像になります。後方映像もかなりいい画質なんですよね。ちょうど水洗いしているところですね。次にタイムセールの時にサービスで不足していた変更フィルターを紹介していきます。皆さんは変更フィルターの特徴を知っていますかね。ちょっとそこも教えますね。この変更フィルターは本体部分、ちょうどフロントのここのカメラ部分ですね、ここに装着することになります。変更フィルターは変更や反射光を消して色彩を鮮やかに映すことができるフィルターになります。日の光が強く当たる夕日ですね、そういう時に効果を発揮するフィルターになります。装着したので、それでは最後に携帯アプリのいろいろな使い方を紹介していきます。車を起動するとですね、すぐにバントル N5 が起動します。スマホの携帯アプリで操作するために、まずはですね、本体の Wi-Fi をオンにします。この一番右のボタンを長押しするんですね。そうすると、Wi-Fi 機能がオンになります。この長押しを外すタイミングがちょっと自分難しいんですよね。Wi-Fi 速度は私は 5GHz を選択しました。ここからはスマホ画面の表示で紹介していきます。先ほど本体部分の Wi-Fi 機能をオンにしたと思いますが、そうするとですね、この接続ボタンを押すとすぐにスマホと連携することが可能です。まずスマホの画面上に4つのカメラの動画映像が映っていると思います。この赤枠のボタンを押すことでスマホ上のカメラ画面を切り替えることができます。ちょうど4つあるので、前方車内、後方車内、後方といろいろ切り替えることが可能ですね。次に赤枠の写真動画一覧ボタンを押します。そうするとノーマル、イベント、画像という3つのフォルダ構成が見えますよね。ノーマルフォルダは撮影中、撮影後の動画ファイル一覧が見えます。私は動画単位は1分にしているので1分動画の一覧になりますね。4つのカメラ映像が別々にありますね。常に動画を撮り続けているので大量の動画ファイルがあります。イベントフォルダは衝撃検知や特別なイベントが発生した時に保存される動画ファイル一覧になります。意図的に保存した動画はこのイベントフォルダにあるということですね。それではこのイベントフォルダにある動画を保存していきましょうか。保存されている動画をタップすると動画確認が可能になります。バントル N5 はアプリがサクサク動くからいいですよね。赤枠の矢印ボタンをタップすると動画をスマホに保存できます。5GHz 帯の Wi-Fi なので1分の HD 画質の動画のダウンロードが一瞬です。私は購入してよかった3点目の機能ですね。ダウンロードの待ち時間が少ないのはストレスレスですごくグッドです。それではここから各種設定に行きます。赤枠の各種設定ボタンを押します。バントル N5 はアプリの機能がたくさんあるんですよね。まずは各カメラの解像度の設定になります。使用するカメラを選択でき、私は常に4カメラですね。動画の解像度を選択できて、私は上から2番目を使っています。次に録画ファイルの時間単位設定です。1ファイルの動画単位を設定できます。私は動画編集しやすいように1分を選択しています。そして夜間の車内動画を赤外線撮影に切り替えることが可能です。これは自動のオンオフ機能もあり、自分で選択することが可能です。外が明るい時間でもトンネルなど暗い場所に行くと自動的に切り替わります。はい、それでは次に衝撃検知ですね。衝撃検知センサーの感度を設定できます。3方向ごとに各種設定できるのがすごいですよね。それ以外にもまだいろいろあって、 WDR や HDR 機能のオンオフも簡単にできますよ。そしてですね、動画の OSD をいろいろ変更できます。例えばバントルーのロゴを入れたりですね、GPS の移動とか速度とか日付ですね、こちらも入れることが可能です。バントルーのロゴは今はつけていません。まだまだ機能がたくさんあります。次に一番、よく使うのがこの駐車監視モードです。駐車監視モードは4種類から選びます。各種設定でユーザー好みに選ぶことが可能です。
低ビットレート、あとはタイムラプス設定ですね、録画時間5秒だったり15秒だったり10秒だったり選ぶことが可能になります。すべての項目を説明はしませんが、このように設定できる項目が数多いです。スマホのアプリ機能はマストだと思いますね。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。